こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会において多くの人がシギストや人間関係で悩みやストレスを抱えています。その理由の一つに過度な人付き合い、干渉、または責任感などがあります。しかし、角子訓明治の著書、シギも人間関係もうまくいく語っておく力、もっとドライでいい99の理由は、まさにそのような現代人のための処方箋です。この本では、著者の経験や仏教的な考え方から、あえて物子を放っておくことの重要性を説いています。いつでも無知や状況をコントロールしようとすると、逆にストレスや問題が増えてしまうという視点から、実は人生にはある程度の自由度や距離感を持つことが大切だと教えてくれます。本書が提案するのは、放っておく、勇気を持つこと、人との距離感、職場までの付き合い、家庭内や友人関係での過度な干渉などを見直し、一度にドライになることで人生そのものが快適に進められることを具体力を教えながら紹介します。本書を読むことで自分の日々の行動や価値観を振り返り、無駄なプレッシャーやストレスから解放されるヒントを得ることができます。同様式が唱える放っておく力という新たな生き方を通して、本来持つべき心の余裕と豊かな人生を手に入れることができるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、過度な干渉がストレスを生む日常生活や職場まで、多くの人は無意識に関係の深い人々の問題を自らの問題と同意識してしまいがちです。自分以外の問題や出来事にあまりにも国民に反応一致賛をし、国干渉をすることがストレスの元になります。本書では、自らの心の負担を制限するために、むやみに干渉せずにかなっておく勇気を提唱しています。無理に解決策を提供したり、助けたりするのではなく、ある程度距離を置くことで自分自身が落ち着き、さらには人々の自律的問題解決力を伸ばせることが説かれています。また、股関症によるストレスは自分だけでなく、相手のストレスにもなるという側面も指摘し、人間関係にとって適切な距離が重要であると述べています。次に、仕事における適度な放っておく力の効果。仕事においても、すべての作業で完璧主義を目指し、すべてをコントロールしようとすると、かえって能力が落ち、精神的負担も増加します。本書は、自義とにおけるかなっておく力がいかに大切かを示します。他者の進め方を尊重し、細かい部分まで一応知識したり、口出ししたりせずに見守ることで、部下や同僚が主体性を持ち、生産性や創造性が向上します。さらに、自らの業務に集中する環境を作り、ストレスを制限させる効果もあります。過剰な期待やプレッシャーを手放すことで、自分自身と周囲との調和が生まれ、仕事の民が向上するという実験的なノウハウを提供しています。さらに、人間関係における距離感の重要性。本書では、人間関係においても適切な距離が非常に大切であることを述べています。すべての人と良好な関係を築こうとして無理に距離を詰めることで、逆に人間関係が悪化したり疲れたりという事態が発生します。同業師は自分らしい距離感を持ちつつ、自度に相手を放っておくことで、互いのリラックスした快適な関係が実現することを解説しています。相手のプライベートや価値観を尊重し、過度な干渉や踏み込みを避けることで、人付き合いのストレスをタイブラーに減らすことができます。これによって大切な人間関係を無理なく長続きさせる秘訣を提供します。そして、こうなっておくことが自己成長を促すすべてのモドとを自立で完全にコントロールしようとすると、成長のチャンスを使いがちです。あえてかなって色かざるを得ない状況を持つことで、自身の能力や解決スキル、創造性を育てることが可能になります。本書では、自分以外の人や状況の自然な変化、成長をしっかりと観察することで、無知に対する事業が広がり、自己成長や自己啓発につながる利点を指摘します。常に手や口を出すのではなく、放っておくことで
初めて道に見えてくる価値や成果が存在することを学ぶことができます。最後に、山の考え方から学ぶ葉のなっておく力。著者の東洋訓名詞はヤ僧でもあり、矢の精神を基盤に放っておくという考え方を実験的かつ具体的に説明しています。山の理念は、すべてを自然な価値で受け入れる、無理をしないことに焦点を当てています。結果をすぐに求めず、物事をあるがままに受け入れることで心が穏やかになり、神経質なストレスから解放されます。本書は前師匠の平穏の精神を日本人に馴染みやすい言葉や具体力を用いて日々の生活に取り入れやすく解説しています。この山の精神に学ぶことで、より豊かな生活を送るヒントを得ることができます。結論として、本書は仕事や人間関係に疲れ、自分を過度に責めたり、ストレスを抱えて疲弊している人にとって非常に役立つ一冊です。問題を常に自分でコントロールできない現代において、自度にこなっておく力を身につけることで、心理的な安定や心の余裕を得ることができます。他の数多くの自己啓発書籍にはなかなかない人間関係や業務をあえて放置するという独特な視点は、まさに今を生きる私にとって新鮮な気づきを与えてくれます。単に仕事やプライベートの効率化やマインドフルネスの概念を学ぶだけでなく、日本の伝統的な視点、矢の考え方を通じて精神的成長を我がします。忙しく頑張り続けているにもかかわらず、突破口が気につからないという方が、物事を俯瞰して穏やかに受け止め、本立っておく力を日々実験することで、生きやすく幸せな人生を構築するヒントを得られます。ぜひ手元に置き、自分自身や周囲への余計なストレスやプレッシャーを解消するための指針として役立ててほしい一冊です。ご資源いただける場合は、東洋訓名ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。